皆様こんにちは。今日もよろしくお願いします。はい、というわけでね、ウィンディちゃんも例の衣装を着てみました。私も皆さんもね、今日は大好きな風さんの花についてね、今日は語っていきたいと思います。風さんがね、この曲に込めたメッセージから何が見えてくるのか、ご一緒に探っていきましょう。はい、じゃあよろしくお願いします。まずね、この曲花ですね、聞くと初めのイントロですね。ダダダダダンっていうね、例のあれですよ。どちらソファかな、出だしね、あれで一発で引き込まれますよね。何が始まるんだっていう感じでワクワクしますよね。とにかくかっこいいです。あれって何か深いところへ降りていくっていう感じしませんか？なんかね、地下室への階段とかね、なんか深いところへね潜っていくような、そんなイメージですよね。そしてね、歌が始まるとまず枯れてゆくときますね。いきなり死のイメージ、なんか無常のイメージですね。そして次に今度は咲いているって逆に今度生のイメージですか？誕生とかね、そんなイメージですよね。それがこの瞬間に溶けていく。つまりこの瞬間にこの世界の中で全てが同時に起こってるわけですね。それに対してその死に対してはね、何ができるのだろうか。そしてみんな儚いねとため息をついてるような感じで、それで咲いているの生とか誕生についてはみんな尊い。生まれてさ、誰を生きようかなってね、そう言ってるわけですね。ところがね、いざ生まれてみるとね、生まれて成長するに従ってみんなしわしわにね、しおれた花束のように虚しいものを抱え込む羽目になっていくんですよね。人生は苦しみであるってブッダは言いましたけど、このしわしわの花っていうのはね、物質とか物ですよね。あとこの体、肉体ですね。で、結局つまりこの物とか物体、色即是空の色ですね。でそういうものはね、儚く消えていくと、実体のないものですからね。だから一瞬一瞬変化していて、永遠に続くものではないわけです。つまり空ということですね。でこれが色即是空ということですね。でこの辺りからね、この曲ってね、実にお経っぽいんですよ。お坊さんならピンとくるんじゃないでしょうかね。で体ならね、それこそ年々しわしわになっていくしね、なんか自分のこと言われてるみたいですけど、整形してみたりね、なんとか若く見えるようにしたりね、なんか虚しいから洋服ねちょっと買ってみようとかね、ブランドや物をやたらに買ってね、それこそね買った途端に飽きちゃったりしてね、でどん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 溜まって、今度は断捨離してみたりね、全部ね自分というね自我を守ってるためにそうなるんですよね。で断捨離もね実はねエゴ的な行為なんですよね。いや悪いとは言いませんけど、でも物欲にね支配されない自分になりたいっていう、それも欲ですからね。むしろね我欲がなければ物が多かったりなかったりなんてどうでもいいことなんですよね。まあそうやってね虚しいことばっかり繰り返しているわけですよね。つまり永遠に年を取りたくないし、心の虚しさを埋めるためにね、物を手に入れようとしたりね、わざと手放してみたり、
永遠に変わらないものを求めてるわけですね。永遠に変わらぬ輝き探してたのところですね。そしてね、僕らを信じてみた、自分を信じていろんなものをね感じて味わってみたけど、永遠なるものはどこにもないわけですね。祈ってもみたけど迷いは終わらない。でそれが苦しみとなって、その苦しみが限界に達した時にね、何が起こるんでしょうね。何をやっても解決できない、旅行へ行っても買い物しても慰めにならない時、人はね探求者になるんですね。つまりね、救いを求めて心理的精神的な世界の探求者になることがあるんですね。で私もね実は探求者になってね10年以上経ちますけど、きっかけとなったのがね、夫が亡くなったことだったんですね。それでそういう何かねとてつもない苦しみとか絶望などがあって、それが限界になった時に人によってはね神の恩寵が来ることがあるんですね。ちょっと分かりにくいかもしれないけど来ない人もいますけど、その恩寵が来るっていうのはそう珍しいことじゃないんですよ。世界中でそんな体験した人いっぱいいますね。それがいわゆる一別体験とかね、小さい悟りと書いて正悟とかね、禅では見性と呼んだりしますけど、私もねそんな体験しました。もうね限界が来てね、もう苦しい、もう何もかもどうでもいいや、見てこうとやってこうと好きにしてくれみたいなね、もう自我がもうパンと離れる瞬間があってね、そういう時になんかなりやすいみたいなんですけど、今はそれについては詳しくここでは話しませんけど、何かねそんなきっかけもあってね探求者になることも多いですね。風さんもあるいは何かそういうきっかけになることがあったのかもしれません。信仰の深いご家庭だったみたいなので、そういう影響もあるかもしれませんけどね。で曲の後半ではね、その探求の果てについに誰もが一人、全ては一つだったということがわかるんですね。それでもともとね一人一人別々に離れ離れに感じていたものが実は本当は一つのものだったっていうことが分かったということですね。これがいわゆる悟りということですね。誰もが一人、全ては一つっていう部分ですね。でその後ね「へい」っていう掛け声が入るんですけど、あれが私は大好きでねあそこだけ何度も聞きたいくらいなんですけど、その「へい」でね全ては一つっていうことを強調してみんなをね目覚めさせようとしてるのかもしれないですね。それでまたこの次に出てくるのが内なる花っていうことなんですけど、この内なる花を求めてね、ついにそれを見つけて、それとともに生きていくっていうことになるわけですね。でこの内なる花は言うまでもなく、梶さんがいつも言ってるハイヤーセルフ、またはねインドの聖者風に言うなら真我ですね。真実の真に我と書いて真我、これはアートマンとも言いますね。本当の自分ですね。禅なんかだと無地なんて言うんですけれど、書きましょうか。真我ですね。これが
アートマンとも言うし、仏教禅などでは無地字のこうですね、無地なんて言いますね。これはちょっと難しくて言葉にならないもの、なんていうのかしら、計り知れないものっていう意味ですね。計り知れないから仏教は深くこれは追求しないような感じがしますね。でインドの聖者のね、例えば私の好きなラマナ・マハルシっていう人なんかね、神河を探しに行けって言いますね。神河を探しに行って見つけたらそれとともにとどまりなさいという教えなんですけど、ハイヤーセルフっていう言葉はね、それに対してすごく分かりやすいっていうかね、軽いタッチの言葉ですね。本当の自分、自我に支配されてない自分ということで、工事の自分っていうふうに訳されてますけど、もともとはね、これニューエイジ系のニューエイジ系っていうのがあって、60年代だったか70年代だったかに欧米でねブームがあって、でもともとスピリチュアリズムっていうのがあったんですけど、いわゆるチャネリングとか占星術とか霊魂とか引き寄せの法則とかね、そういうあっち系の人たちがインドの教えも取り入れて、その人たちがよく使ってた言葉がハイヤーセルフなんですけど、風さんの場合はね、なんていうのかしら、それより深い、禅やインドのね聖者に近い感じがするので、このニューエイジ系のハイヤーセルフっていう言葉をなんで使うのかちょっと私その辺がよくわからないんですが、多分ね英語だし理解しやすいから使ってるのかなって思っているんですが、意味はね神我と同じだと思いますね。でね、ハイヤーセルフについてはね後でまた詳しくねお話ししたいと思ってますので、今はそれを置いといて先に行きますと、次ねいろいろな姿や形に惑わされるけどね、いつの日か全てが可愛く思えるさと、その本当の自分でハイヤーセルフ、神我で生きる時、そこには我も弱まってね一つの自分しかないわけですから、全てが自分になるんですね。全てが可愛くなるわけです。もう対立するものがなくなるわけです。だって自分しかいないわけですから、一つだから。でそのいろんな人生ね、その一つ一つ見た場合、その中ではいろんな人生一つの中でもねいろんな起伏もあるし、辛いことや悲しいハプニングもあるし、だけどそういうものに惑わされるけど全て受け止めて生きられるんですね、その神我とともにあれば。そして個人個人の自分が作り出す余計なね苦しみが除かれて、で楽しくどんな色になろうかななんてねルンルンで生きられるわけですね。そして最後に真理の言葉がついに来ますね。 My flowers here、 私の花はここにあるよって、あれですね。もう本当にね風さんはね素晴らしい詩人だと思いますね。このね一言でね全て言ってるんですよ。ね、あちこち修行してセミナー行ったりね座禅したり人生相談行ったりね、はたまた滝行してみたりしてね探求したけど、本当はそんな探求しても見つかるはずはなかった。
なぜならその花は今すでにここにあったとわかるからなんですね。よくね、昔からあるんですよ。何十年も修行してもね、悟れなかったけど、修行をね諦めた途端に悟っちゃったとかね。つまりね、みんなもともとワンネスの中にいて一つだったんですよ。ただそれに気づかないであっちこっちさまよって自分で苦しみを生み出してたってことなんですね。今ここのこのままでもう全ては完璧だったって気づく瞬間なんですね。それが My Flowers Here ですね。まあね、この内なる花をね、身近な幸せとかね、幸せはねすぐそこにあるよみたいなね、メーテルリンクの青い鳥みたいな感じの、日常的に解釈するのもまあいいと思います。それはそれでいいと思いますね。ハッピーだし。だけど私はこの曲はそんなにね単純じゃないんじゃないかなって思ってるんですね。はい。というわけでね、ちょっと長くなっちゃったけど、私の解釈によれば、悟りや救いを求めている探求者が本当の自分を見つけて悟りに至るまでを表した曲ではないかなとまさにね般若心経そのものなんですけど、そんな気がしますね。はい。まあもっとお話できず残念ですけど、これからもねいろいろとお話ししていきたいと思いますので、もし万が一っていうか面白いと思われましたらグッドボタン、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。じゃあ今日はこの辺でありがとうございました。ではまたよろしくお願いします。さようなら。